先日 GFX100S で、夜景動画を撮ってきてアップしたんですけども、その時のね、感想をちょっと今日話したいなと思います。夜景動画を撮った時のカメラの設定は、ですね、カメラは富士フイルムの GFX100S で、レンズが GF45-100mm F4 のレンズです。ズームレンズですね。はい。で、設定、それで手持ちで撮影しました。で、設定は、シャッタースピードを50分の1で固定で、ISO と絞りはオートです。フレームレートは 23.98、ダイナミックレンジを400。なんか富士フイルムって富士フイルムの GFX100S だけかちょっとわかんないんですけど、ダイナミックレンジを100と200と400かなに自分で設定できるので、とりあえず一番高い数字を設定しておきました。あとフィルムシミュレーションをクラシックネガにしています。なので今回は富士フイルムさんなんで F ログかな、 F ログとかローとかではなくて、フィルムシミュレーションを使ってみました。で、ブレ防止モードは、IBIS、OIS っていうのかな、ですね、IBIS は確か、センサーシフト式が IBIS ですね。で、光学式が OIS で、搭載レンズのみなんですけど、今回のレンズは搭載しているのでそれを使いました。で、もう一つ上の段階で電子式のブレ補正を行う BIS っていうのもあるみたいなんですけど、今回はそれを、つけてません。つけるのを忘れたというか、デフォルトのままでやったので、こういう状態になってました。はい。で、あとはブレ防止ブーストモードをオンにしてます。で、他の設定はね、ほぼデフォルト設定でした。確か。他の設定はデフォルト設定です。はい。で、ですね、その他で言うと、編集でプレミアプロって編集してるんですけど、そこで、スタビライザーをかけて、ワープスタビライザーをかけてるっていうのと、あとクラシックネガで撮影したんですけど、ちょっといろいろこう編集しないといけないなと思ったので、少し編集色味とか、あとは明るさとかを変えています。大体、撮影に関してはこんな感じですね。はい。で、気になったことをちょっとね、これから話したいと思います。まずね、一番最初に気になったのは、撮影してて思ったんですけど、白飛びとか黒つぶれがすごく多かったイメージがあります。で、ゼブラ表示で白飛びしてるところとかをね、表示してるんですけど、かなりね、やっぱりこう、夜の撮影なので、暗いところと明るいところが結構こう、はっきり分かれてるので、明るいところですごい白飛びとかする部分が多くて、で、これはなんか速攻モードのせいなのか、なんかカメラの性質なのかちょっと分かんないんですけど、なんかそういう白飛びが多いなっていう感じで撮っていました。でね、後々、帰ってきてからいろいろ調べてみると、どうも速攻モードが悪いとかじゃなくて、速攻モードはね、マルチにデフォルトのマルチになっていて、おそらくちゃんと動いてたと思うんですけど、フィルムシミュレーションを僕はクラシックネガティブにしてて、でクラシックネガっていうのは、僕は昼間見てて、その時になんか良さそうなフィルムシミュレーションないかなと思ってて、でクラシックネガがなんとなく良さそうだなと思ってクラシックネガにしたんですけども、後から調べてみると、クラシックネガって結構コントラストを強めにしたモードっていうか、フィルムシミュレーションみたいなので、コントラストが高いので、明るいところと暗いところが結構はっきり分かれてるんですよね、きっと。なので白飛びするところと黒つぶれするところがすごくね、強く分かれちゃったんじゃないかなっていうふうに思いました。おそらくね、そこが原因じゃないかなって思ってます。で、他のフィルムシミュレーションも試してみたんですけど、
ディスプレイを見ながらフィルムシミュレーションを変えていくと、やっぱクラシックネガにするとどうしてもその明るい白いところとかが白飛びしてる、そのゼブラの表示で白飛びしてますよっていうのが出ちゃうので、おそらくクラシックネガがちょっとその悪影響してたのかなっていう感じですね。なのでどういうフィルムシミュレーションがいいのかちょっとわからないですけど、シネマとか、あとはそもそもF ログで撮ったりとかすれば問題ないんじゃないかなと思います。ただかえって編集してる時にすごい白飛びしてて、あと黒いとこ見えなかったりしてて、これちょっとなんか全然撮れなかったなって思ってたんですけど、なんとかハイライトとかを下げたりシャドウを上げたりしてると結構ね持ち直してくれて、なんとかその映像に残すことができたという感じなので、その辺はやっぱ中盤センサーの力なのかなっていうのをなんとなく思いました。最後のシーンで駅のねシーンがあるんですけど、そこの映像とかは元の映像はほとんどもうその駅の周りの明るさはほとんど真っ白になってて何も見えなかったんですけど、ハイライト下まで下げてシャドウを上げてあとは何だろう、コントラストも下げたかな、なんかいろいろしてたら意外と見えるようになってて、でやっぱセンサーの強さかなって思いましたね。そこはちょっと比較の画像をね出しておきます。はい。っていうので白飛び黒つぶれが多かったっていうのがちょっと今回一番気になったところです。で次にですね気になったのが手ブレですね。手ブレ今回手持ちでさっきも言った設定の方で言ったんですけど、ブレ防止モードを IBIS と OIS の、ブレ防止モードにしてブーストモードをオンにして撮りました。で撮ってる時はねそんなに気にならなかったんですけど、帰って編集してみると案外揺れてるんですよね。でどういう時に揺れてるのかなと思っていろいろ見てたら、やっぱその望遠側にしてる時にすごく揺れが多いなって思いました。でソニーの α7S3 のアクティブ手ブレ補正を使っている時は、厳密に同じレンズでもないですし同じ状況下で使ってないので厳密な比較ではないんですけど、あんまりその手ブレで揺れてるなっていうのを感じたことがなくて、むしろすごい手ブレ効いててもう三脚とかあんまいらないんじゃないかなっていうぐらいに感じてたので、今のところソニーのアクティブ手ブレ補正の方がもしかしたらいいんじゃないかなっていうのをなんとなく感じています。ただ富士フイルムさんの方は設定の DIS 電子式のブレ補正はオフにしてたので、これをオンにした時にどれぐらい手ブレ補正がされるかっていうのを今度試してみたいかなと思います。あとはレンズが重いからちょっとやっぱ手が揺れちゃうのかなっていうのもあるかもしれませんね。なので今回の映像はほとんど手ブレ補正をやってるんですけど、プレミアプロのワープスタビライザーで結構固定してるって感じで、ワープスタビライザーって手ブレ補正すごい効くんですけど、手前に何かが通った時とか画面の動きが激しくなっちゃうと途端にね歪んじゃったりして使えなくなっちゃうので、なので前半の方にあるシーンで結構画面が揺れてるシーンがあるんですけど、それはワープスタビライザーをかけることができなかった映像ですね。なのでできればワープスタビライザーかけたくないんですけど、今回ちょっとね結構揺れてたのでかけました。はい。あとはファイルの容量ですかね。今回は 400Mbps で撮っていて、だいたい1コマ10秒ぐらい撮ってるんですけど、だいたい10秒で 500MB を使うので、かなり量が
容量が圧迫されるなっていうのがなんとなく思いました。500MB、10秒で 500MB なので、おそらく30分、128ギガのメモリーカードを2枚入れてますけど、128ギガだったら多分3、40分撮影したらおそらく空になっちゃうんじゃないかなって思いますね。はい。まあそんな感じですかね。今後は F-Log 撮影とかをしたいかなと思いますね。やっぱフィルムシミュレーションを使っちゃうと今回みたいなこと起きるので、まあ、F-Log でいいんだよね。F-Log で撮影して、まあ自由に色をつけたりとか、あとはローですかね。っていうのもしてみたいなと思います。あとはソニー α7S3 との手ブレの比較とかですかね。あとは写真かな。写真もね、何枚か撮って、家に帰って見てみると、やっぱりね、1億画素あるんで、切り取っても全然使えるっていうのがすごいなと思ったので、あと別のところでもね、写真何枚か撮ったので、写真の動画も出したいなと思います。そんな感じかな。ひとまずの感想は、大体こんな感じですかね。一番はフィルムシミュレーション、クラシックネガは夜だとちょっとハイライトじゃなくて、コントラストが強いので少し向かないかなっていう感じと、あと手ブレが少し効きにくいかなっていう感じですかね。この辺はいろいろ試してみて、富士フイルムならではの GFX100S ならではの使い方を見つけていけたらなと思ってます。そんな感じでいろいろとやりたいことはたくさんあるので、今後もいろいろやりながらシェアしていけたらなと思います。